で今思うと字を見ると、あ、ジャニーさんだなって感じがする。それは手紙が届いた人行ったから来てくださいの日だ。俺オーディションがもうコンサートのリハーサルだったんです。笑顔でやってないと振付師さんに「てめえ笑え!」ってどうも冬服、今回はですね、久々のですね、トーク企画をやりたいと思います。ハイハイジェッツ的年表を作ろうです。年表ですね、これです。まあおかげさまですね、僕たちもそれぞれなんかお仕事をさせていただいたりとか、そうですね。みずくんも荒ぶる季節、いや、ガリさんは東大に入って入ってないんだ。入ってないか。東大は倒してる最中。倒してる最中そうそうそう。ちょっと最近会うことが減ってきたよね。そうだね。YouTube で久々に会うみたいなこと結構あるよね。あるあるある。まあ改めてですね、僕たち一体どんな人生を歩んできたのかなっていうのを確かに一度振り返ってみよう。ちゃんとやってるよね。確かにすごいよね。まず最初はですね、はい入賞日。おいこれを書きたいなと思いますけど、これどっちが先輩なんですか？俺だね。あ、そうなんだ。ちょっと俺のがね、自分でもね理解してなかったんだけど、今年ね判明したんだよね。なんでわかったの？ジャニーさんから手紙みたいなのが届いたのがいい。当時ね、ここの会場で何時にそのオーディションがあるんで来てくださいみたいな。で今思うと字を見ると、あ、ジャニーさんだなって感じがするの。直筆なんだ。直筆の。もう多分それをコピーして事務所の方が。ああ、そういうことね。でその日付が7月19日かな。それは手紙が届いた人。行ったから。あ、来てくださいの日だ。手紙と電話ってどっちもあるの？ファックスとかもあるだろ。ファックス。ファックスの人何日前にファックスは？俺1日前だった間。よ。俺前日。そうですね。そんな急に無理だよって思ったもん最初。そうか、ファックスで前日ってあるんだね。お父さんが気づかなかったら俺今いない。いやー、そういうのあるよね。そうか。2009年だね。改めてこれ、まあ、知ってたけどやっぱりすげえよな。すごいね。すごいな。 11年以上。人生の半分でしょ。もうそうやって考えるとそうだね。やばいな。同期で言うと、俺の次の日に岸君が入ってきてる、キングアンドプリンスの。そんなスパン短かった。で、なんか最近はもう2人で同期っつってる。じゃあ続いてはまあみずくんだよね。何月何日ですか10月3日。そんな開いてんの？結構空いてんだね。そう。何ヶ月実はね、俺10月3日で同期がレイヤン。それはもう完全同期。完全同期同じ入だって所日で、スノープリス合唱団結成日。 10月3日。マジでやばいねそれ。すげえ。なんかね、グループってさ、ジャニーさんすごく試すじゃん。いろんな人が。新生スノープリス合唱団が誕生したのが10月3日。あったあった。すごいね。でもさ、どんな感じだったんですか、オーディションとか？結構人数いったよ。何百人それこそのスタジオがパンパンになるところでやってでずっと踊って、その時カトゥーンさんのドンチエバストップだったの、オーディション。結構強そうだね。強いのよ、振りも。ね。すごいな。でも俺ダンスやってたからあ、そこそうだからそこにそんな苦はなくて、で終わりました。でそしたら名前を呼ばれて、その雑誌3誌取った。すごいな。アイドル誌3誌。橋本さんの時はオーディションは？俺の時はちょっと特殊で、後々聞いた話だと、最初に5、6人俺の日はいたの。だけど事務所の人は何百人もジャニーさんが呼んでると思ってたので、どうしたってなって、で次の日に急遽その300とか400人ぐらいを呼んだ。400人もやば。マジか。そこら辺の話あんま聞いたことなかったからおもろいな。ね。面白いよね、これ。おもろい面白い。オーディションあるある思っちゃったんだけどさ、ガリさんはオーディション受けてないからあれだけどさ、そのジャニーさんがさ、リハ中にさ、とことこ歩いてきてさ、ここの目の前にいるところでさ、こうやってリハ中、ここかかる。みんな踊ってる時に、あ、わかる。邪魔だよってやつでしょ。そう。そう邪魔なんだよ。こっちはもう難しい振りをめっちゃ踊ってんのに、その自分のジャニーさんがいるから見えないけどどこわけにもいかないから全力で踊るみたいな。最初ジェニーさんかどうかわかんないから。そう。誰で番号見てこうやって書くから、なんかそういうどんな偉い人なんだろうなみたいな。確かになんか番号見て書かれてるのあったわ。そうラテナつけるもんね。ジャニーさんが直接やってたからね。そうだ。次入所したって誰ですか？俺じゃん。佐久間だ。俺だね。作者どこになんだろう。結構ね、いや、ここの隙間だいぶ空くと思う。めちゃめちゃあ、私ここ2月11日。おお。なんでお前結構後輩じゃねえかよ。オーディションどうだった？
俺オーディションがもうコンサートのリハーサルだったの。ジャニーズワールドの初年度の感謝祭で東京ドームのやつか。それをジュニアが300人ぐらい出てるやつで2フロアに分かれてもう詰め込み状態から始まってで、マンションね7階恒例のねマンションやジャニーズジュニアマンション。そう部屋割りを決められててジュニアは俺まだ覚えてるわ219だった2195 2階なんだ。その日じゃなかったんだけど水着隊ってあるじゃないあった水着ジュニアねそう水着ジュニアだあ懐かしい水着ジュニアに俺も選抜されてたので結局なくなっちゃったんだけどそのリハーサルの時に橋本ちゃんとか水子がいたのもうだからもう仕切る役そう割。小さくコンと確か話したんでねお疲れ様ですみたいなでもう3年やってるんだよっていう話を聞いてでも3年もやってるんだっていうのを覚えてるちょうど2010年からの水着ジュニアだったジュニアの3年やってるんじゃなくて水着ジュニアを3年やってる。そういうことか小学だってこの3、4年生恥ずかしいそっか大勢の女の人の前で水着そっか恥ず恥ずかしいので、ついてかんでこうやってマジ恥ずかしいからで、こうやって笑顔でやってないと振付師さんに「てめえ笑え!」って恥ずかしいよマジか。本番でさオーディションやっちゃうって発想がすごいよな。すごいね画期的だよね。ガリさんが入賞するんですかいよいよ俺は入所日が決まってないから自分で決めてんだよ。おいわゆるスカウトですから。ローラースケート場からどうしても来てくれということで。それは嘘ですけど、それはもちろん嘘ですけど、これ俺一応ね、俺の中で決めてるのは6月28日。声をかけてもらった日なのかな。スケートパークのところいや、それはね、海老名。の話6月海老名。俺この日にローラースケートもう二度とやんないと決めたジャニーズジュニアの皆さんもいたらしくて、そこに大勢いたとか言って、なんなら、宮田俊也君とか来ていたそしたら、なんかその社長の方からと、あとその当時マネージャーさんかなんかが俺の父親のところに行ってってで俺が知らないところで入社が決まってたってやつは俺は本当もう知らない何が起こってどういう運びで俺が入ることになったのかとかも知らない。それなんて言われたの親には。いやなんか帰りの車乗るでしょこうやってでそれはジャニーズとか興味あるって言われてで俺かっこいいなと思ってたからまああるっていう話をしたら、入れるっぽいぞいや今だったらいけるっぽいみたいなでその時にドリームボーイズジェットっていうのがあったんですよ。そのジャニー社長がローラースケートをやりたかったみたいなガーってやりたいのの要因でなんかみんなローラースケート練習してたのかなにいたからなんかあいつも入れようみたいなあいつも入れちゃおうみたいになってでも俺ねジャニーさんに初めてやったらここじゃないんだよね。違うそう2012年かなんかにジャニーズワールドやってたでしょ、俺そこ見に行ってんだよね。ローラースケート、ジャニーさんがやっぱりローラースケート業界とさ結構仲いいじゃん、光源氏さんとかもあって、その知り合いの方にちょっと舞台見に行こうって言われてジャニーズワールド一回見に行ってんのでそこでメロンソーダを持ってもらったの初めて。じゃあデビューのやつだそう欲しいやつや。で2週間後ぐらいにまた行ったんだよ俺その時はマジで覚えてないけどまた誘われて行ったのもう一回行ったら今度は楽屋でうどん取ってもらったでそれを社長として食ったの。でもまだジャニーズ入ってないんだもんね。入ってないし別にジャニーさんって知らないからそれもまた全然いやでもエリートだよ。いやでもその時ジャニーさん多分気にしてたよね多分。いや多分その時に気にしてたと思うよ。で今度ドリームボーイズジェットに向けたリハーサルに呼ばれたの。ねローラースケート要員として呼ばれたんでしょ。いやそうマジでローラースケート要員で呼ばれたんだけどその一番ローラースケートガッてやるシーンが、林蓮人の俺多分候補だったの、そうそうで水木くんも入ってたんじゃなかった。俺はね入ったけど落ちたあそうだじゃあそうなんだ。俺はマジでローラースケートあの日に挫折したからね。そうそうあの日に俺二度とローラースケートやりたくないって決めたからで林蓮と2人でなんか交互でやろうみたいな話だったんだけど結局俺が振付師からの信頼を得れずに全部林蓮でやった俺ローラースケート要員で呼ばれたのにローラースケートやんなかったいろんな人みたいな事故とかも危ないくらいそうそうそう敷地とかが分かってないやっぱねすごかったし俺初めてここの日に話したのがそれこそ林蓮なんですよ。でその日に俺は年下だと思ってたから蓮のことちっちゃかったし、そうそうなんて呼べばいいっていう話をした時に蓮でいいよって言われて蓮って呼んでからそれからだからずっと蓮。あそうなんだそうそうそうゆうかさん
どこあ、やっとユートが出てくるよ。ここまでユウトがいなかったっていうのがちょっと不思議なぐらいだ。これですね何月何日ですか5月2日ですね。5月15日か。それは何の日？オーディションの日ですこれも。オーディションオーディションの日なんらしいんですけど、それこそ僕同期がそれこそ岩崎と佐々木とか、はいはいあとラウルとかはいはいるんですけど、じゃあ俺と太鼓が最初5月6日にしたんですよ、入手日を。はいね。はいはい。そしたらなんか岩崎だけあいつ5月2日って書き上がって先輩になっちゃう。そうそう、一緒の日だったのにあいつが4日サバ読んだんだ。そうそうあいつなんかすごい先輩ずらするから4日のくせにでも俺も5月2日ってことにしてちょっと早まったねそうそれじゃあ本当は5月6日なの？俺はそう思ってた俺はそう思ってた僕のオーディションの時はここまで1回もダンス、それこそ太鼓の授業とかでちょっとやったことあるかなぐらいだったんで、とどめずっと野球やってたんで踊れよって言われても無理なわけですよ。合わなだからとりあえずずっと格好つけてたんですよジャニーズだからね。でみんなこうやってやってるところを俺はこっちで行こうね、こうやってそういうね。それめっちゃ大事だよね。なんかどっちにしろ受けたってことはバレそうだったから地元の人たちになんかネタにできるように俺ジャニーさんと一回だけ話しとこうと思ってジャニーさんに「なんかうっす」みたいなすっげえバケモンや。もう顔は認識してたの？ジャニーさんもマイク持って「僕は世界のジャニーです」って言うからあ、言ったんその時そうそうあどうも僕は世界のジャニーですいや聞いてね超そうだったな。まあ、そうそうだったし。ハンバーガーごちそうさまでしたっつったらなんかジャニーさんがこの名札ずっと見てて、で多分そこからかな大事だな記念にジャニーさんと喋るやつ俺初めて聞いた。そうだから記念でネタにしようと思ってジャニーさんと喋ってでそれでプラスチックのバット持ってって得意コーナーみたいなのなんですよオーディション披露するそうみんななんか踊ったりとかそれを太鼓とドラムとかダンスやってたのかなやってたんだけど俺が「プロ野球選手の真似お願いします」ってでイチロー選手の真似と坂本選手の真似をやってそう大人が見てたんだよねすっごい滑ったわけよまあね、ドカンとはならんわ。スッてやってで「あざしたー!」って帰ったら「うわってた」みたいなまあでもそこはあんま響いてない気がするけど。いや多分響いてたなあれは本当。涙流したことそれ見間違えてありがとう。すごく前向きでね。特技コーナー何した？得意コーナーそう皆さんありました得意コーナーあ、いや、そういえばやったねピアノ弾いたな玄関にあったやつでそしたらどうだったいいじゃんってなったありがとうって言われ泣いてたその時も泣いてた俺それ泣いてた目のくんの時は俺チキンいた。あチキったバク転やれって親には言われてた。ずっと端っこでそうっす。それで橋本さん俺ダンスした。ダンスしたのヒップホップダンスした。マジででもね、そのジャニーさんに見せたわけじゃないんだよ。振付師さんに見せたんだよ。当時誰が偉いとかわかんないじゃん。あそしたらめっちゃ笑われた記憶ある。あでもそれどういう笑いその人はびっくりしたんだろう。なんで俺にやってんだろうみたいな。そうだから、いいねまあでも俺は笑われたわみたいな感じのあれはあった。しのちゃんってやっぱ尖ってるよね。ちょっと優秀今聞いてたんですけど皆さん入ろうと思ったきっかけっていうのは何ですか俺はそれこそ2009年か2008年の、はいドリームボーイズ亀梨君が主演のかな、うんを見に行かせていただいて友達のお母さんがジャニーズが好きで、はで一緒に連れてってもらってでしたらお母さんがこの人たちの仲間に入れるよともうだからで俺は仲間に入れるような意味が分かんないから俺も入るって言って親が履歴書を送った。へえ水くんどうですか俺はね、Mステの真夜中のシャドーボーイ見てハマって送った。シャドウってやつそうそうそう。 8歳ぐらいかそうだね。だと思う。2009年、2008年ぐらいかな。大決断だよな。普通に兄弟から8歳9歳でもう人生のここになりたいっていうのを決めるって。しかも送ろうってちゃんと自分から言えるのがわかる。それはすごい。作者どうですか送ったのは親が送ったってやつなんだけど、その時ダンス習っててちょくちょくそういうイベントごとに参加したりとか、オーディションみたいのを受けてての一つとして出したみたいな、そうジャニーズでもちょっとダメ元みたいな感じだった。そうだから俺もジャニーズのやつだって知らなくてまた履歴書だしみたいな写真もいつも通り撮ってで送ったらジャニーズなのみたいな感じで、いろんなところに送ってた。いろんなところやってさでその時はダンスとかもやってたんだやってた
じゃあオーディションとかイージーモードじゃん割とあれ意外と難しい。ジャニーズの振り付けってやっぱりまあ何そうですヒップホップとか習ってても全然対応できないやつなんでそうかそうかだから急にヒップホップを取って笑われたんですそれかジャニーズはそれじゃ通じないんじゃん言うと私は中3まで一生懸命ずっと野球やってたわけです小2から、中3でそれこそ180個中ベスト3かなんかに入ったのかなわーでそれでちょっと燃え尽きたんですね野球にああもう行くとこまで行ったなとそう前々からその周りになんか芸能活動やればみたいなことはちっちゃい頃から確かに言われてたんですよ、でもちょっと恥ずかしくてできなくてなんかでもそのタイミングだなと思って親にどこでもいいからちょっと送っといてよって言って、多分何か送ってくれたと思うんですよね、高1の時にねそろそろ連絡来ねえかなと思ったら、ブルルルってなってでそれでもしかしたらそれかもなと思ったらマジでそれだったっていう。履歴書って何書くの？基本情報だよねとりあえず。でもそんなだって履歴書くことないじゃん。学歴とかもないし。履歴書のプロがいるから。あ、そうだよ。あいつ数こなしてる。数こなしてる。経験だから数攻めだからね。何を書いたの？とりあえずまあその写真と基本情報とあとなんか自己 PR 的なの書いた気がした。なんか自分にしかできないことみたいな。履歴書っていうよりか結構もう自己 PR 表みたいなそんなじゃ硬いやつじゃないんだ。体質やつからずっと聞かれたいですよ。アクロバ特技アクロバットとかそういうことだと思う。そうなんだ。でもさ今は絶対見てると思うけど、ジャニーさんが見てる時俺でもこの経験全然見てないと思うんだよねいや俺も思う。写真だと思うんだよ。写真だね。写真とか面白いのがそのオーディション履歴書を送るじゃん、を親が何を思ったのか俺が野球やってた時の画像にしたの。だから受かったのかなと聞いたことあるけどなんか野球着てるユニフォームにすると受かるみたいなジンクスあったよね。確かに野球関連のなんかみたいな。そうそうあでも俺も野球のやつ送ってるわ。そうすげえ。ジャニーさんの時は野球好きだしね。さあということでここまで楽しんでいただけたでしょうか。なんか予想以上にですね話が膨らみましてここは1本目ということにしたいと思いますので、2本目はですねもっともっと爆笑する予定ですね。バンバンしてますよさらに深いところまで行きますから。さらに深いところはどんどん持っていきたいなと思いますので、ぜひ来週も絶対見ていただければと思います。じゃあ最後さきちゃん何か言ってあげてください。次回ハイハイ5人が自分の経歴を語ります。言っちゃったよもうそうだね。2011年ここが私の転機ですね。南極大陸にいてます。わーい。今考えればすごい経験をしてるなと。これ木村さんのドラマですよね。そうそうそう。出演させていただいたコンサートがありまして、嵐さん国立競技場のコンサートに自転車の相葉君がバーッと飛んで、なんかジャニーさんが名前つけてグループをすげえ久しぶりにつけたっていうのでめちゃくちゃ盛り上がってたんです。なんか一人一人なんか面接みたいなんですよ。ジャニーさんに一人ずつ呼ばれて、そのやっぱグループで早く知りたくて、ジャニーさんが考えてるから勝手に見たんですよ。で、旦那さんどう